今回は数3の教科書の証明だと、サインの微分を求めるためにサインの微分の値が必要という説について解説するのだ。つまりサインの微分を求めるためにはサインの微分を求めなければいけないということね。数3の教科書ではサインの微分の計算をするのにとあることを前提としているのだが、それが正しいことを証明するのにサインの微分が必要ということなのだ。この話を詳しく解説するにはコド法の知識があった方がいいので、この動画ではまずコド法について説明する。その後数3の教科書でのサインの微分の求め方を説明し、それのどこに問題があるかを見ていくのだ。しかしその問題を指摘してもそれって大した問題じゃなくないと思われそうなので、解決策になりそうでならないものをいくつか紹介して、最後に解決方法をいくつか紹介するのだ。この動画では微積の知識を前提とするが、それらの動画は概要欄に載せておくので、微積を知らない人は後でそれを見てほしいのだ。さて、コド法というのは角度の定め方の一つなのだ。これを半径1の円とする。日常生活で馴染みのある角度は、直角は90度、この角度は180度のように右上に丸をつけてと読むやつなのだ。この方法では1度という角度の大きさがどのように決められるかというと、一周の角度を360度と定義し、その360分の1として1度の大きさが決められるのだ。このような角度の定め方を度数法と呼ぶのだ。しかし、例えば長さの単位にメートルやヤードなどの異なる単位があるように、角度の定め方にもこれ以外の方法があるのだ。それはこの長さを用いて角度を定める方法なのだ。具体的にはここの長さを得るとした時に、この青い角度の大きさを得ると定めるのだ。このような角度の定め方をコド法といい、単位を含めて青い角度の大きさを L ラジアンというのだ。コド法を用いるときは度数法の時のような丸い記号を右上につけたりなどはせず、単位のラジアンをいちいちつけずに、単に青い角度の大きさは L であるということが多いのだ。コド法では一周の角度の大きさは半径1の円の円周が円周率の定義から 2π なので、一周の角度も 2π になるのだ。角度に π が出てくるなんてちょっと気持ち悪いわ。そんなものすぐになれるのだ。直角の角度はここの長さが円周の4分の1なので、コド法では 2π の4分の1で2分の π となるのだ。度数法とコド法の関係は、度数法での角度の大きさを θ 度、コド法での角度の大きさを L ラジアンとしたとき、その2つの比はこのようになるのだ。例えば θ に90を代入し L について解くと L は2分の π になり、逆に L を2分の π とすれば θ は90になるのだ。度数法とコド法はこのような関係なので、度数法で2倍になればコド法でも2倍、逆にコド法で2倍になれば度数法でも2倍という単純な関係であることもわかるのだ。コド法を用いる数学的な利点は、三角関数の微分の公式に無駄な係数がつかなくなるということと、これからする話が理解しやすくなるということが挙げられるのだ。それでは本題のサインの微分について話していくのだ。まずは数3の教科書でのサインの微分の求め方を紹介するのだ。サインの微分を定義通りに式に表すとこのようになるのだ。最初のサイン x たす h はこのままだと扱いづらいので、三角関数の加法定理を用いて x と h を分解するとこのようになるのだ。次に先頭と末尾の項にサイン x があるので、これをまとめるとこうなるのだ。これを h について整理してこのようにしておくのだ。これで h に関する式が1項目と2項目に出来上がったが、まずは1項目を見ていくのだ。h 分のコサイン h-1 の分子と分母にコサイン h たす1をかけるとこのようになるのだ。分子を計算するとコサイン2乗 h-1 となり、コサイン2乗 h たすサイン2乗 h は1なので、分子はマイナスサイン2乗 h となるのだ。そしてこれを細かく分解し、こ
このようにしておくのだ。まずは最初の項を見ていくのだ。これが0以上であることはコサイン h がマイナス1以上であることから明らかで、コサイン h は h が0に近いとすれば1に近いので、この項は2分の1に近く、大きめに見積もっても1以下になるのだ。次に2項目だが、これは h が0の時、分子も分母も0になるので少し工夫が必要なのだ。円を4分の1にしたものを考え、この角度を h ラジアンとするのだ。この時縦の青線はサインの定義からサイン h で、赤い曲線の長さはコド法の定義から h となるのだ。ここでコド法が現れるのね。そしてちょっと見切れるが、このように下に伸ばすと青い直線は赤いこの弦になるので、それぞれの長さを比較するとこのような不等式が得られるのだ。これを両辺にで割って h で割るとこの不等式が得られるのだ。ちなみにこの図では h を正の値としているが、 h が負の値の時は両辺の絶対値を取れば不等式が成り立ち、したがって下の不等式も絶対値を取った不等式が成り立つのだ。式に戻るとこの青い部分の絶対値が1以下になるのだ。最後に一番後ろのサイン h を考えると、これは h が0に近づくと0に近づくので、他の部分の絶対値が1以下であることから式全体として0に近づくことがわかるのだ。サイン x の微分の式に戻ると赤枠の部分が0に近づくので1項目が消えてこのようになるのだ。あとはこれを計算すればよいのだが、この形さっきも見たわ。さっきは絶対値が1以下であることを示せば十分だったが、今度は正確な値を求める必要があるのだ。さっき用いた図を引き続き利用し、ここの線を伸ばしてこのように垂直に線を引くと、ここの長さはタンジェント h になるのだ。そしてこの扇形の面積とこの三角形の面積を比較してみるのだ。円の半径が1なので円の面積は π であり、角度は1周が 2π、中心角が h なので扇形の面積は π を 2π 分の h 倍したものになるのだ。そしてこの三角形の面積は底辺の長さが1、高さがタンジェント h なので2分のタンジェント h になるのだ。これを整理するとこの不等式が得られるのだ。前に示した不等式と合わせるとこのようになり、角辺をサイン h で割るとこうなるのだ。コサイン h は h が0に近づくと1に近づくので、真ん中の値も1に近づき、その逆数も1に近づくのだ。これで求めたかった極限が求まったのだ。ちなみに図の関係上 h は0より大きいことを前提としたが、 h が0より小さい時も同様にして計算できるのだ。さて最初の式に戻るとこの値が1なのでサイン x の微分がコサイン x であることがわかるのだ。以上が高校の教科書でのサインの微分の求め方なのだ。最初の話だとこの方法でサインの微分を求めるのにサインの微分が必要ということだったわよね。一体どこでサインの微分を使ったの？それは半径1の円の面積が π であることを用いたところなのだ。どういうこと？具体的にはタンジェント h が h より大きいことを示した時のこの不等式のこの部分なのだ。そうじゃなくて円の面積が πr2乗であることは中学校で習ったわ。それにサインの微分が使われているってどういうこと？数学的に厳密に円の面積を求めるなら積分を用いるのが最も素直な方法なのだ。円の方程式は上の部分はこの式で与えられ、下の部分はこの式で与えられるので、この面積は上の部分の式引く下の部分の式をマイナス1から1まで積分することで求められるのだ。これを計算するとまずマイナス2つがキャンセルするのでこのようになり、 x をサインシータに置き換えるとこのようになるのだ。するとここにサインの微分が現れてしまうのだ。x をサインシータに置き換えたのが悪いんじゃないの？そうかもしれないが、これはサインの微分がコサインであるとして計算すればちゃんと π になるのだ。しかし置き換える前の積分の形からは三角関数を使う以外に
この値が π になることを示す方法は見当がつかないのだ。確かに π が現れる要素が見当たらないわ。三角関数を使わない方法ももしかしたらあるかもしれないが、そんなに簡単な方法ではないと思うのだ。簡単だったら教科書に載ってるはずね。もちろん積分以外の方法で円の面積を求めてもよいが、厳密にという条件のもとでは実は結構難しいのだ。まとめると、サインの微分を求めるためにこの極限を求めたが、そのために半径1の円の面積が π であることを用いたのだ。しかしそれを厳密に求めるのにサインの微分を使うというように、サインの微分を求めるためにいろいろ計算すると、結局サインの微分を求めなければならないという状況に陥るのだ。このようなものを循環論法というのだ。証明できたと思ったら何も証明できていなかったなんて辛いわね。この循環論法から抜け出すには3つのうちどれかを独立に示す必要があるのだ。教科書のスタイルだと半径1の円の面積が π であるということを仮定してしまうことで、無理やり循環を断ち切っていると言えるのだ。そのような方法ではなく、きちんと循環を抜け出すには円の面積をサインの微分なしで求めるこの不等式を円の面積を使わずに示すこの極限を円の面積を使わずに求めるのどれかを達成できればよいのだ。円の面積が求まれば2の不等式が求まり、そして3の極限が求まることはさっきのサインの微分の求め方からわかるのだ。そして3の極限から円の面積が求まることはこの極限からサインの微分が求まることと、さっきの円の面積の積分の計算からわかるのだ。よってこれらはどれか一つを示せば他も示されるという関係になっており、一つを示せば先ほどの循環を抜け出すことができるのだ。円の面積を求めるのが一番簡単そうだわ。だって中学校で習うもの。それでは円の面積をいくつかの方法で求めてみるのだ。まず一つ目は円の面積が πr2乗であることの最もポピュラーな説明方法で、厳密に円の面積が求められるか考えてみるのだ。これを半径1の円とし、扇形に適当に等分する。そしてそれをこのように交互に並べるのだ。分割を細かくしていくと、右側の図形はどんどん長方形に近づいていき、その長方形の高さは円の半径、つまり1で、幅はちょうど円周の半分であるため π であり、よって面積は π であるというのが最もポピュラーな説明方法なのだ。この方法のどこが問題なの？長方形の幅が π になることは、右の図形の赤い曲線の長さがちょうど円周の半分であるため π であることと、分割を細かくすることである直線に近づくということから、その直線の長さが π であると結論付けているが、これは必ずしも正しいわけではないのだ。例えば2辺の長さが1の直角二等辺三角形とこのような折れ線を考えるのだ。この折れ線の長さは縦の部分と横の部分を別々に考えれば長さが2であることがわかるのだ。そしてこのように角をどんどん増やしていっても長さが2であることは変わらないのだ。角をどんどん増やしていけば赤い折れ線は斜めの直線に近づいていくが、斜めの直線の長さはルート2であり、折れ線の長さとは一致しないのだ。したがって赤い曲線が直線に近づくからといってその直線の長さが π であるとは言えないのだ。直感的には π になりそうだけど、三角形の例を出されると当たり前とは言えないわね。この方法で厳密に面積を求めるとするなら、右の図形に収まる長方形と右の図形を含む長方形を考え、分割を細かくした時に両方の面積が π に近づくことを示せばよいのだ。円を 2n 等分し、その中から扇形を1つ抜き出すと、その中心角は 2π の 2n 分の1なので n 分の π なのだ。角の2等分線を引き、この両端を結ぶとこれらは直角に交わるので、ここの長さはサインに n 分の π、ここの長さはコサインに n 分の π になるのだ。先ほどの図形に含まれるこのような長方形を考えると、
n 分の π であり、そして幅については扇形は全部で 2n 個あることから、下側にある扇形は全部で n 個、扇形1個につき幅は青い線2個分で、最後の n 個目についてはその半分が欠けているので、幅はこのようになるのだ。よって長方形の面積はこれで与えられるのだ。ここで最初のコサインに n 分の π は n を大きくすれば1に近づき、後ろのサインに n 分の π は n を大きくすれば0に近づくので、n を大きくすれば真ん中の項だけ残り、h をに n 分の π と置けば、長方形の面積はこの極限で与えられるのだ。これはさっき求められなかったやつね。同様に外側の長方形を考えると、高さは半径の1と扇形のお尻の部分の1引くコサインに n 分の π を足して2引くコサインに n 分の π であり、幅は n 個分の扇形の幅とその半分でこれで与えられるのだ。先ほどと同様に前の部分は1に近づき、後ろの部分は0に近づくので、 h をに n 分の π と置けば、長方形の面積はやはりこの極限で与えられ、 h 分のサイン h が現れてしまうのだ。内側の長方形も外側の長方形も同じ値に近づくため、長方形の取り方に問題がないことは確かなので、結局この極限を求めなければならず、この方法では循環を抜け出すことができないのだ。次は円をこのようにバームクーヘン状に分割する方法を考えてみるのだ。この方法ではピンクの幅をデルタ r とした時、デルタ r が十分小さければ、内側の円の半径と外側の半径がほぼ同じため、ピンクの部分はほぼ長方形とみなすことができ、ピンクの内側の部分の円の半径を r とすれば、面積が 2πr デルタ r で与えられると考えるのだ。だから 2πr を r について0から1まで積分すれば、円の面積が計算できるはずなのだ。実際に計算してみると、πr2乗の微分は 2πr であり、よって積分の値はこれを計算して π になるのだ。ということはこれで解決したんじゃない？そううまくはいかないのだ。ピンクの部分の面積が本当に 2πr デルタ r とみなせるのかという部分はちゃんと確認しなければいけないのだ。そのためにピンクの部分を定義通り積分を用いて面積を求めてみるのだ。話を簡単にするために円を4分の1にしておく。半径 r の円の方程式はこれで与えられるので、 y について解くとこうなるのだ。特に上半分はプラスの方で与えられるのだ。ピンクの部分の幅をデルタ r の代わりに h と置くこととして、ピンクの部分の面積を求めると、内側も含めた面積、つまりこの積分から内側の面積、つまりこの積分を引いたものになるのだ。これが h が小さい時にほぼ2分の πrh で与えられるとすれば、両辺を h で割った値もほぼ等しいはずなので、 h の0への極限がこのようになるはずなのだ。これが本当に正しいのか確かめてみるのだ。話を簡単にするために h は0より大きいとしておくのだ。極限を式で表すとこのようになるが、積分範囲が異なると計算しにくいので、まずはここを合わせるのだ。最初の項の積分範囲を r から r 足す h までと0から r までに分けて整理するとこうなるのだ。まずは1番目の項を計算するのだ。これが0以上であることは h が0より大きいことから明らかなのだ。そして x は r から r 足す h の間を動くので、 x を r に固定したものの方が値が大きくなるのだ。すると積分の中身から x が消えたので、積分の値は中身に h をかけたものになるのだ。h 分の1と h が相殺するので、あとはルートの中身を計算するとこうなり、これは h の0への極限で0になることがわかるのだ。これで1番目の項が0になることが分かったので、次は2番目の項を計算するのだ。これはこのままだと計算しづらいので、積分と極限の順序を入れ替えてこのようにするのだ。このような入れ替えができることは明らかではないが、ここでは成り立つものとするのだ。
するとこの部分は微分の定義そのものなので、この部分の r についての微分を計算するとこのようになるのだ。ここで x を r サインシータと置くと時間積分の公式からこのようになるのだ。これを整理するとこのようになり、サインシータの微分がコサインシータであることを仮定すれば2分の πr となるが、今はサインの微分を求めるために計算しているので、その計算は実行できないのだ。これで2番目の項も計算できたのだ。1番目の項は0だったので、全体としてこの値に収束するのだ。ただし最後の計算にはサインの微分を用いる必要があり、よってこの赤枠の部分の証明にはサインの微分が必要で、したがってピンクの部分の面積が 2πr デルタ r であることもサインの微分が必要であるということが分かったのだ。この方法でもダメだったのね。最後に古代ギリシャの数学者アルキメデスによる円の面積の求め方はどうなのか考えてみるのだ。アルキメデスは取り付く手法と配理法を用いて円の面積が πr2乗であることを厳密に証明したと言われているのだ。正確にはアルキメデスの言い方だと、円の面積は高さを円の半径、底辺の長さを円周の長さとする直角三角形の面積に等しいとなるのだが、半径を r とすれば円周は 2πr なので直角三角形の面積は πr2乗になるのだ。この動画ではアルキメデスの証明の細部には立ち入らず、基本的なアイディアを紹介するのみとするのだ。S を円の面積、L を直角三角形の面積とし、S が L 以下でかつ S が L 以上であることを証明するのだ。まずは S が L 以下であることを証明するのだ。適当な円を一つ考え、それに内接する正方形を取り、その正方形の面積を S1 と置くと、S1 は円の面積の半分より大きい。つまり S-S1 は S の半分より小さくなるのだ。次に正方形の外側にこのように二等辺三角形を詰め込み、ピンクと青の面積の合計を S2 と置くのだ。この時 S-S2 が4分の S より小さくなるのだ。ピンクと青を合わせた図形は正八角形になることにも注意するのだ。さらに同様に二等辺三角形を詰め込み N 回繰り返したものを SN と置くと S-SN が2の N 乗分の S より小さくなることを示せるのだ。ここでもし S が L より真に大きいとすると N を十分大きくすれば2の N 乗分の S はそれよりも小さくなり、そしてそれよりも S-SN が小さいのだ。したがって SN は L よりも大きくなるのだ。この不等式は後で使うので下に寄せておくのだ。次に SN の外枠のみを抜き出すと、これは正偶数角形なので、このように対角線を引くとそれぞれの三角形は全て合同なのだ。それらを分解してこのように並べると、下の部分は内接正多角形の外周なので円周より短く、高さは半径より短いので、これらの三角形の面積の合計は L より小さいのだ。一方三角形の面積の合計は SN なので SN は L より小さいことが分かったのだ。これは下に残しておいた不等式と矛盾するので、この過程が間違っていたことが分かり S は L 以下であることが分かったのだ。ここまでは問題ないわね。次はもう一方の不等式を示すのだ。今度は円の外接正多角形を考えるのだ。外接正方形の面積を T1 と置くと、この不等式を示すことができるのだ。次は外接正八角形を取り、その面積を T2 と置くと、この不等式が成り立つのだ。これを N 回繰り返していくと、この不等式が成り立つのだ。ここでもし S が L より真に小さいなら N を十分大きく取ることでこの不等式が成り立ち、上の不等式から Tn が L より小さいことがわかるのだ。後で使う部分は下に寄せておいて、外接正多角形をこのように分解し並べると、外接正多角形の性質から高さは半径と等しいのだ。では底辺が円周より長いかというと、それはこの青い線が赤い線より長いのか、
という問いと同じであり、それは前に使った図からこの不等式が成り立つことと同じなのだ。さっきは確かこの不等式を示すために円の面積を使ったわよね。そうなのだ。アルキメデスはこの不等式を証明せずに使っていたようなのだ。よってこの方法ではこの不等式を示すことができず、この方法でも循環を抜け出すことができないのだ。もしこの不等式が正しいとすれば、底辺は円周より長くなり、したがってこの不等式が成り立つのだ。これは矛盾なので、この過程が間違っており、この不等式が示されるのだ。ただしタンジェントに関する不等式が成り立つことを前提とするのだ。なんというかことごとく阻まれてしまうわね。これで円の面積を求めるのが簡単なことではないということを理解してもらえたと思うのだ。ちなみにアルキメデスは円周率の正確な値を世界で初めて求めようとした人物とも言われているが、その計算にもタンジェントの不等式を暗黙のうちに用いていたのだ。それでは循環をきちんと抜け出す方法をいくつか紹介するのだ。まず1つ目はサイン X という関数をこのように再定義する方法なのだ。意味がわからないわ。これはテイラー展開と呼ばれるもので、普通はサインの微分を用いてこの等式を示すのだが、逆にこの等式を正しいと認めてしまってサインをこのように定義してしまうという方法なのだ。ただこれを見て喜ぶのは一部の理系大学生だけなので、一種の数学ジョークだと思って聞いてほしいのだ。一応この極限が1になることを示しておくのだ。 x 分のサイン X を計算するとこのようになるので、後ろの部分の絶対値が0になることを示せばよいのだ。それを考えると x の絶対値が1より小さいとすれば、2つ目の項の値は前の項の分母を比較すると前の項の半分以下になるのだ。その次の項も同様の理由で1つ前の半分以下になるので、このような不等式が成り立つのだ。そしてこの部分は計算すると2になるので、このようになり x が0に近づけば0に近づくことがわかるのだ。よって後ろの部分は0になり x 分のサイン X の極限が1になることがわかるのだ。なんというか唐突すぎてあんまり解決した感じがしないわ。と思う人もいると思うので、高校数学の範囲でわかる解決方法も紹介するのだ。その方法は面積ではなく曲線の長さを考える方法なのだ。半径1の円の4分の1の扇形があるとし、この赤い弧の長さを考えるのだ。この部分の長さを S と置くと、赤い弧の長さは S の関数と考えられるので、これを LS と置くのだ。円の上の部分の方程式は半径が1なのでこれで与えられ、この長さは積分を用いてこのように表されるので、これを計算するとこうなるのだ。したがって LS の微分はこのようになるのだ。次にこのように線を引くと、ピンクの角度は弧度法の定義から LS となるのだ。さらにこのように青い線を引くと、青い線の長さはサイン LS であり、これは S に等しいのでサインは L の逆関数であることがわかるのだ。ここで LS を H と置き、この極限を計算すると H が0に近づくことと S が0に近づくことは同じなので、このように変形でき、分子分母を S で割るとこのようになるのだ。よってこの部分の極限を求めればよいのだ。それを計算すると L0 が0であることからこのように変形でき、これは L の0での微分なのでこうなり、 L の微分はすでに求めているので、下の式に0を代入して1になるのだ。これで上の極限が1になることが分かったのだ。これを求める過程で円の面積は一切使っていないので、循環論法を回避することができたのだ。ちなみにこの方法を少し変えると、サインの微分を直接求めることもできるのだ。上の式の左辺を S について微分すると、合成関数の微分の公式からこのようになるのだ。ただし今度は LS をθと置いたのだ。そして右辺の S についての微分は1なのでこうなるのだ。この部分がサインの微分で、
それはこの式から L の微分の逆数で与えられるので、下の式と合わせるとこのようになるのだ。一番上の式と LS をシータと置いたことから S はサインシータなので、それを代入するとこうなり、サインの微分はコサインの絶対値であることがわかるのだ。今は図の関係上、シータが0から2分の π の間であることを前提としているので、コサインシータは常に正であり、絶対値が外れるのだ。シータがそれ以外の範囲の場合は省略するが、これでサインの微分がコサインであることが示されたのだ。3つ目はこの方法に似ているが、タンジェントの長さを考えることでも解決できるのだ。先ほどの図にこのように線を引くと、青い線はタンジェント LS となるのだ。この長さを求めるためにこのように線を引くのだ。するとこの三角形とこの三角形が合同で、この三角形とこの三角形が相似であり、ここの長さは円の方程式からこうなるので、このような比の等式が成り立つのだ。これをタンジェント LS について解くとこうなることがわかるのだ。ここで S についての微分を計算するとこのようになり、ここの部分は S が0より大きい時は常に1より小さいので、 LS の微分と比べるとタンジェントの微分の方が大きいことがわかるのだ。よって積分をしても同様の不等式が成り立ち、 LS を H と置けばこの不等式が成り立つことが分かったのだ。符号がマイナスの時も同様にやれば絶対値をつけたこの不等式が示せるのだ。これも円の面積を使わなかったわね。最後に4つ目として積分を用いない方法を紹介するのだ。はじめの方でサインの不等式を示した図を用意し、赤い弧の長さが下の緑の線と青い線の長さの合計以下であること、つまりこの不等式が成り立つことを示すのだ。曲線の長さは折れ線で近似し、その折れ線を限りなく細かくすることで求められるのだ。この時このような線を考えると、このギザギザの線の長さは縦と横を別々に考えれば青い線と緑の長さの合計に等しく、赤い折れ線よりも長くなるのだ。そして赤い折れ線を細かくしたとしても同じ不等式が成り立つので、 H に対しても同じ不等式が成り立つのだ。不等式のそれぞれの辺をサイン H で割ると、後ろの項は分子分母に1たすコサイン H をかけることで0に近づくことが分かり、この極限が1であることが分かるのだ。ただし高校の教科書では曲線の長さを定義するのに折れ線による近似ではなく直接積分を用いて定義するので、この不等式の証明は工夫が必要で、高校の範囲で証明をするなら結局積分を使うことになると思うのだ。以上をまとめると、最初に紹介した解決方法を除いて何らかの方法で長さを比較することで循環論法を回避することができるのだ。面積を考えた場合はことごとく阻まれたのに、長さを考えたら大体うまくいくというのは不思議ね。そうなのだ、不思議なのだ。それに高校数学の範囲で循環論法を避けることができるのだ。ただし教科書の証明方法を擁護するなら、面積の大小は図形が含まれているかどうかによって評価できるが、長さについては積分や折れ線近似によって求める以外だと、2点を結ぶ線は直線が一番短いということによって評価するぐらいしかなく、曲線の長さの評価の方が難しいのだ。だから循環論法を避けてサインの微分を求めるなら、積分を教わるのを待たなければならなくなるのだ。それにサインの微分がコサインであることは結果としては正しいので、求め方が循環論法になっていたとしても実用上は問題なく、困るのは数学科に進む人ぐらいだが、数学科に進むような人は勝手に勉強するはずなので、数学科に進む人もそんなに困らないと思うのだ。だから教科書の証明方法がそんなに悪いとは思わないが、長さを用いた証明は微積の計算問題としてちょうどいいので、演習問題として載っているといいと思うのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。微分と積分の動画も概要欄に載せておくので、気になる人は見てほしいのだ。
動画が面白かった、ためになったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。